皆さんこんにちは。コーヒー&クラフトです。このチャンネルではですね、コーヒーやエスプレッソをより美味しく入れたりとか、より楽しめるような一工夫を紹介していければなと思っています。で、なんでコーヒー&クラフトなのかというと、僕は結構物を作ったりするのが好きで、今回紹介する、カフラーのコンプレッソ用の、こういうツールですね。これも、僕が自分で、3D デザインして、3D モデルをデザインして、で、3D プリントしたツールなんですけれども、こういったものとか、あとはレザークラフト、のようなものというか、レザークラフトで、例えばこのコマンダンテのスリーブを作ったりとか、そういうこともしてるんで、そういった活動も紹介していければなと思ってます。あとはですね、エスプレッソ用の WDT、ワイズディストリビューションツールでしたっけ、なんていうのも、これも自分で、DIY したやつなんですけれども、こういうのも作り方を紹介していこうかなと思ってます。というわけで今回のテーマはですね、このカフラーのコンプレッソ、エスプレッソを、手動で入れるための素晴らしい器具ですね。本当にこれエスプレッソが、美味しく入ります。やり方さえ間違えなければ。ちなみにですね、僕はこれ最初買った時に、最初2回か3回ぐらいトライしたんですけど、全然美味しく入んなくって、ダメだこりゃと思ってほっといたんですよね。で、後で、コマンダンテのグラインダー、こういうグラインダーを手に入れて、もう一回じゃあちょっとエスプレッソの引き目でやってみようかなと思って、入れてみたら、ものすごくうまかったっていう、ことを発見して以来、発見というか、認識して以来、頻繁に使ってます、これ、本当に。とはいえ、不満がないかといえば、そんなこともなくって、例えばですね、エスプレッソといえばタンピング、どっかにあるかな。タンパー、こういう、エスプレッソマシンだとこういうタンパーがあって、粉入れて、ポルタフィルターをバスケットのところをギュッと、粉をタンピングしてあげるわけなんですけど、このカフラーノは、よいしょ、ここにフィルターバスケットがあって、ここにフィルターバスケットがあって、ここに粉セットして、で、タンパーがですね、このカップがタンパーになってるんですよ。でこいつでギュッと押してあげるんですけど、これがですね、めちゃくちゃ不安定で、うまくタンピングできないんですよ。で、より問題なのが、このフィルターバスケットの裏を見ると、こうですね、ここにメッシュがあるんですけれども、フィルターメッシュがあるんですけど、ここですね、ここ段差があるんですよ。なので、このまま、フラットなところに平らなところに置いて、タンパーでタンピングすると、このフィルターメッシュがですね、歪むんですよね、うにょんと。で、そうすると、これしまいに多分壊れると思うんですよね。だからあんまり強くタンピングできない、事情があるんですけれども、それが嫌だなと。で、これをなんとかしたいな、もうちょっとちゃんとタンピングしたいなと。思ってですね。じゃあ、ここを裏から押さえてあげられるようなツールを作ればいいんじゃないかなと思いついたのが今回のこのツールですね。これ自分で 3D モデルデザインして 3D プリントしたんですけれども、ミソとなるのは、このタンパーではなくて、ここのベースです。タンパーももちろんいいんですけど、タンパーね、こういう、コップタンパーが、これ、はっきり使い物にならないんで、タンパーを最初作ったんですよ、これ。で、タンパーだけじゃダメだと。これ裏から押さえてあげないと怖くて使えんだ。ということで、このタンピングベースというものを作って、何かというと、ここにフィルターバスケットがカポッとうまくはまるようになっていて、で、ここがですね、段差があるんですよ。だから下からですね、下というか裏からこのフィルターメッシュのところを押さえてあげることで、強くタンピングしても曲がらない、このフィルターメッシュが曲がったりしないので、思いっきりタンピングできるというメリットがあります。で、プラス、粉を入れるときに結構飛び散るんで、これですね。ぴったりはまる。こんな感じで落ちてこないような。ぴったりはまる、ファネル、ロート、上後をデザインしてみました。というわけで今回これを実際に使ってみて、どんな感じなものなのかというのをご紹介したいと思います。ですね、実際にコーヒーを、というかエスプレッソを入れていくわけですが、今回、どうしようかな。使う豆が、僕は自分で焙煎をする人なので、この1年ぐらいずっとやってるんですけど、で、ようやく自信がついてきたというか、ものになってきたような気がするんですけど、今あるのが、ブルーマウンテンの、これがフルシティ。フルシティ。
これいつだ ?2 月3日。だから、今日が2月の8日だから、5日前か。これも2月3日。同じ日にやってるんだな。これが、シティからフルシティぐらいだから、ちょっと1レベルこっちの方が浅い感じなんですね。比べてみればわかるかな。ちょっとよくわかんないかもしれない。これ、フルシティに近いシティなんで、あんまり違いはわかんないかもしれないですけど、こう肉眼で見るとですね、明らかにこっちの方がちょっと深い感じなんで、どうしよう。今回はじゃあこのシティとフルシティの間ぐらいのやつ、この豆を使って入れていこうと思います。ちなみにこういうブルーボトルみたいな、こういうのもたまに買ったりするんですけど、自分のその豆が本当に大丈夫かどうかっていうのが最初不安で、これでいいのかな。で、こういうエスプレッソブレンドのなんかを、比較的有名なお店のを手に入れて、自分のとこう比べてみて、いい悪いというのを、修正というか補正というか、自分の豆の点数付けのために買ったりしてるんですけれども、こういうのも使ったりするんですが、今回はこの自分でローストした豆を使って、カフラーノでエスプレッソを入れていきたいと思います。で、ちなみに今回紹介するこのツールなんですけど、概要欄の方に、これのですね、3D モデルのダウンロード先をリンク貼っときますので、そこからダウンロードして、3D プリンター持ってる方は自分で印刷してもよし、3D プリンター持ってない方は誰かその持ってるお友達に頼むのもいいし、あとは最近その 3D モデルさえアップロードすればプリントしてくれるサービスとかもあったりするんで、そういうのを使ってやってもいいと思います。もし希望があれば、3D プリントして、eBay かなんかで、売ろうかと。別に儲けようというわけじゃなくて、販売する手段を提供するっていうだけなんですけど、eBay かなんかで、eBay かなんかに載せてもいいかなと思います。で、権利とか主張するつもり全くないんで、3D プリンター持ってる方はこれバンバンプリントして、メルカリとかで売っていただいてもいいかなとは思いますけど。その場合はですね、売り上げの一部をですね、ぜひ僕の方に寄付していただけると大変嬉しいです。冗談ですけど。はい。というわけで、エスプレッソを入れていきましょう。それでは、豆をですね、15g 測っていきたいと思います。さて、それではですね、この引いた粉を早速カフラーナの方にセットしていきたいと思います。まずは、よいしょ、コップを外して、フィルターバスケットですね。ここに粉を詰めていくわけなんですけれども、ですね、ここが凹んでるんですよね。この裏側、このメッシュの裏側が段差があるんですよね。なので、このままですね、タンピングしてしまうと、圧力でメッシュが曲がったり、下手すると折れちゃったりするんですよね。なので、早速、この 3D プリントしたこのベースを使うことで、ここ段差があるの分かりますよね。これがカポッと、フィルターバスケットにはまる仕組みになっているので、こうしてタンピングしてあげれば、ちゃんと裏から支えてくれるので、メッシュが曲がらずに済むと。そうすることで、より強い力でタンピングできるっていうのが、このベースのメリットです。で、さらに、この 3D プリントした、このファネルですね。ファネル上後、ロート、何でもいいんですけど、を使うことで、粉が飛び散りにくい。やってみましょう。こんな感じで。やっぱファネルがないと、さっきみたいにダッて入った時にどうしても飛び散っちゃうんですけど、こんな感じでファネルがあると飛び散らずに済むと。はい。これで OK ですね。そしたら、ちょっと、揺さぶってあげる。で、僕の場合はここでさらに、この WDT、Wise Distribution Tool でしたっけ、この針がついてるやつですね。これも実は手作りなんですけれども、
買うと高いんですよ、結構これ。平気で30ドル、30ドルとか50ドルとか、日本円だとどうですかね、3000円とか5000円とかするんじゃないでしょうか。まあ、安いやつあると思うんですけど。なんですけど、結構ですね、自分で作れるんですよ、これ。で、この作り方の動画も後で紹介しようと思うんですけれども、まあ、とりあえずですね、この磁石の WDT で、ワシャワシャっと、こう混ぜてあげることで、変にちょっと固まってる粉があったりしたところを、ほぐしてくれると。これをするとしないとで、だいぶね、エスプレッソ、出来上がった時のエスプレッソのこの質が違うんですよね。なんかすごくこうクリーミーなエスプレッソがこれをすることでできるようになると僕は思ってます。で、ちょっと軽く押さえてあげて、ちょっとですね、このままファネル外しちゃうとちょっとね、高さが盛り上がってるんでタンピングしにくいと思うんで、一遍ちょっと振るか。ちょっと振って鳴らして、こんなもんかな。で、軽く回してあげて、軽く入れてあげる。こんなもんかな。これちょっと外してみましょうか。はい。お、なんか、ここがちょっとギリギリな感じですね。もうちょっと押さえよう。よいしょ。はい、大丈夫ですね。じゃあ、あとはしっかりとですね、ベースを押さえながらタンピングしていきます。これね、このツール、このタンパーがないと、この付属のカップを使ってタンピングしなきゃいけないんですけど、これは結構ね、難しいんですよ。なんか安定しないんですよね、全然ね。なので、最初これでやってたんですけど、全然やっぱり美味しく入れられなくって。で、自分でデザインして印刷したこのタンパー使ったらすごく美味しく、いつも安定して入れられるようになったという感じですね。ので、これで合わせて、僕はですね、いつもこうギュッと押さえてもいいんですけど、それよりはこう合わせて指でこう四隅をグッと力入れてあげる感じ。感覚的にはどれぐらいだろうな、5キロから10キロの間ぐらいだと思いますね。よいしょ。で、あとは面をちょっときれいにしてあげるためにぐるっとこうグッと押さえながら回してあげる。平行に押さえながら回してあげて、完成と。そうすると、こんな感じでですね、かなり綺麗にタンピングできてる。結構しっかりタンピングしてるんで、ちょっとどうかな、ちょっと力入れすぎたかもしれないんですけど、まあやってみましょうか。ちょっと粉が飛んじゃってるんで、ちょっとブラシで落としてあげます。はい、こんな感じでしょう。で、あとはこれをカップに装着して、よいしょ。で、チャンバーですね。よいしょ。これね、たまにこのパーツ取れちゃうんですよね、この赤いやつ。押し込んであげればいいんですけど、最初びっくりしましたね。壊れたと思ったら、壊れてなかった。で、これがチャンバーで、これがフィルタースクリーンですね。なので、ここに粉がついてないのを確認して、チャンバーをフィルターバスケットにセットします。締めすぎないように注意と。あとはもうここにお湯 60cc。今回粉を 15g 入れたんで、入れるお湯の量は 60cc です。で、油温は、今回92度にセットしたのかな。その辺は、使う豆によって変わってくると思うので、今回僕は92度にセットしてます。というわけで、よいしょ。じゃあ、ここにはかりを、これをちょっとしまっておかないとですね。これしまうときもちゃんとこう全部カポッと一つに収まるように作ってあるんで、場所を取らずに済みます。はて、ではここにはいゼロ調整しましたとしたら、そしたらお湯ですね。92度にセットしたお湯を注いでいきます。60g。こんなもんかな。59.7 だからこんなもんでいいでしょう。で、あとはここにはかりをちょっとどけないとですね。はかりをどけて、あとこの出口を向こう側に一応向けますと。はい。で、
いしょ。このプランジャー、ピストン、日本語の説明だとピストンって書いてありますね。をちょっと押し込んで、そうすると空気が今一瞬ポコって出たのが分かったと思うんですけれども、これで5秒から10秒、置きます。それでは押し込んでいきたいと思います。よいしょ。結構な力で押してるんですけどね。どうかな、今回コマンダンテの、クリック数10にしたんですけど、ちょっと早い気もするんで、もしかしたらもう1クリック戻してもいいかもですね。ちょっとじゃあ一応ここで止めましょうか。よいしょ。はい。で、外してみましょう。よいしょ。一応こんな感じで、クルメも少し出てる感じですかね。はい。で、どれぐらいの量が取れたかというと、さあ、じゃあ測ってみましょう。よいしょ。32.6 だから、まあ悪くはないですね。悪くはないと。ちょっとこの残ったやつを飲んでみようかな。ちょっとわかんないわ。ちょっとこれを少し飲んでみますね。うまい。なんかね、すごい濃厚で甘いんですよね。僕正直言って、このソリスのエスプレッソマシンあるんですけど、はっきり言ってカフラーノの方が、特にそのシングルで入れた時は好きですね。ダブルで入れた時はこっちも美味しいんですけど、シングルがどうしてもなんかあんまりうまく入んなくって、でシングル飲みたい時はもうほとんどこのカフラーノを最近は使ってますね。本当に美味しいのが入るんで。でもちろんカフラーノもシングルよりはダブルの方が美味しいんで、今回ダブルで 15g でやりましたけど、だけど 10g も十分美味しいです。というわけで、あとはどうしようかな。せっかくこのカップに入れちゃったんで、ミルクをスチームしていきたいと思います。ちょっとね、だいぶもたもたしてたんで、すっかりクレマ消えちゃいましたけどね。よいしょ。まだ練習中なんで上手にできないと思いますけど。よいしょ。一応こんな感じで、ラテアートも一応こんな感じで、できます。というわけで、本当僕はしょっちゅうですね、カフラーノで、エスプレッソを入れて、で、ソリスで、ミルクスチーム作って、で、ラテアート練習してっていうのを、毎日のように、やってますね、最近は。本当美味しいんですよ、これ。というわけでですね、
カフラーノを持ってる方は、ぜひですね、自分で 3D プリンター持ってなければ誰か友達に頼むとか、あとはプリントサービスもあるんで、そういうのを使って、この 3D モデルをですね、プリントして、ぜひぜひ2倍美味しいカフラーノをですね、楽しんでいただければと思います。というわけでですね、今回はこのカフラーノでエスプレッソを2倍美味しく入れるというテーマで動画を作ってみました。というわけで今回のこの動画が面白かった、ためになったと思われる方は、ぜひですね、いいねボタンを押していただいて、あとできればチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。飲み忘れてたんですけど、めちゃめちゃうまい。おすすめです。